안녕하세요、心です。今回はタイトルにもあった通り激安渡韓ということで、4月頭にぼっち渡韓をしてきた時の Vlog です。私韓国にほぼ毎月行くので、常に安い航空券ないかなって探してるんですけど、今回本当にコロナ前ぶりぐらいにめちゃめちゃ安いのを見つけて、なんとピーチで往復ですよ、9930円の航空券が出てたんですよ。出発日の5日前だったんですけど、もうこれは絶対に行くしかないと思って、2週間後にも韓国に行く予定があったんですけど、急遽5日後のチケットを取って韓国に弾丸旅行してきました。ちなみにその2週間後に渡韓した時に、この時のデータが入ったカメラをなくしてしまったので、今回は縦動画と横動画を組み合わせて iPhone で撮ってた動画で Vlog を作りました。私いつも食べるシーンとか全部カメラで撮ってたんですよ。なので食べてるシーンが全然ないです。本当に申し訳ない。しかも今回結構いろんなことをしてきたのでお見せしたかったんですけど、データが飛んでしまったのでこの動画をボツにするか迷ってはいたんですけど、でもせっかくこんな安く韓国に行ってきたんだから、一部だけでもお見せできたらなと思って今回動画を作りました。なのでちょっと見にくいかもしれないんですけど、最後まで楽しんでいっていただけると嬉しいです。今回乗ったのはピーチの関西空港が10時25分発で、なんと12時20分着のキンポに向かう便でした。帰りはその3日後のキンポ空港17時5分発で、関空に6時50分着の便でした。キンポ空港発着で、しかもこのめっちゃいい時間帯の飛行機で15キロの受託荷物もついてて9000円台ってほんまにどういうことって感じやったんですけど、私がちょこちょこ激安渡韓してる時に使ってるやっぱりピーチと HIS の組み合わせがめっちゃ安くなってて、今回奇跡的にその航空券を見つけて超安くで行くことができました。たまにこういう激安航空券発見して行ってきましたっていう動画載せると、それどこで今売ってるんですか、どっから買えるんですかみたいな質問をいただくんですけど、この動画が出てるっていうことはこの値段ではもう行けないです。なぜなら航空券は予約の日が1日違うだけでも値段がめちゃめちゃ変わるので、本当に常に安い航空券で海外に行きたいっていう方は予約サイトを見ておく必要があると思います。でこれをあんまり言うとすぐ予約がいっぱいになるから言わないでほしいって思う方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、せっかくこういった動画を出してるので、今日はその激安航空券の見つけ方というか、私がいつもやってる取り方を少し説明しようと思います。まず前提として関空発着の便で探す方法です。やっぱり東京だと航空券自体は安くなってもめっちゃ高いみたいです。で今回はほんまに超たまたま1万円を切ってたんですけど、私の感覚的には関空発着で安いなって思うのは1万円ちょっとから2万円弱までだったら安いかなと思います。でそのような値段で行ける期間はほぼ決まってて、今ちょっと燃油で値上がりしてしまったんですけど、やっぱり閑散期を狙うのが一番いいです。次夏休みを控えてるかと思うんですけど、今航空券を探している方はだいたい2万円から3万円ぐらいの航空券を見てるんじゃないかなと思います。
高いなって今渋ってる方はもうそれ以上値段は下がらないと思うし、なんなら直前になるにつれ上がっていくと思うので、ぜひその値段で予約してみてください。繁忙期の航空券は直前になるにつれてどんどん値段が上がっていきます。なぜならセールをしなくても予約が埋まっていくからです。なのでなるべく繁忙期じゃないといけないっていう方は2ヶ月ぐらい前から予約をすることをおすすめします。そして本題の格安航空券は閑散期によく現れます。今回私が行ってきたような春休み直後の4月の上旬とか、夏休み直前直後とか、あと冬休みの直前とか、お正月直後とか、みんなが絶対に旅行をしない期間に行くのがやっぱり一番安く行けます。個人的に早期予約の方が安定して安いかなとは思うんですけど、今回はたまたま多分余ってたんかな、直前が安くなってたので、こういった航空券を見逃さないためにも常に予約サイトを見ておくのは必須かなと思ってます。そして航空券を予約するサイトなんですが、これは私が結構よく Vlog 内でも話してるとは思うんですけど、いつもスカイスキャナーを使っていろんなサイトの値段を比べてます。航空券の料金を比較するとよくわからないサイトが何個か出てくるかと思うんですけど、私の中では一番信頼のできる HIS と Trip.com を利用するようにしてます。私が今まで予約してきた中でもその当たる確率が一番高かったのがピーチと HIS の組み合わせでした。HIS が結構な頻度で割引クーポンを出してるんですよ。なのでそのスカイスキャナーで検索をかけた時に出てくる値段よりもさらに安くクーポンを使って予約できることがあるので、そこまで見るようにしてみてください。はい、ちょっと分かりにくい説明ではあるんですけど、常に見てるとつかめてくると思うので、スカイスキャナーで何日から何日っていう風に調べてみたり、私は月ごとの値段が出てくる表で常に見てるんですけど、そうやって価格が毎日変わってくるので、時間がある時はぜひチェックするようにしてみてください。いつも通りベラベラと喋っていたら韓国に到着です。今回ほんまにありがたいことにキンポ空港着だったので、ソウル市内まですぐに出られます。嬉しい。そしてキンポ空港からなので気候同行カードも使えました。今回はトンデムンの方に宿を取っていたので、ホテルに荷物を置いて早速ご飯を食べに行きます。ホテルの紹介がない時は暗黙の了解で私のおすすめ基準に達しなかったっていうことです。はい、よくカンジャンシジャンに行くと韓国の方からカンジャンシジャンはやめといた方がいいよってコメントが来るんですけど、一人でユッケ食べたいってなった時は私はカンジャンシジャンに行ってしまいます。韓国人の方でもぼったくられるっていう記事を見たことがあるんですけど、個人的にネットで有名なトッポッキのお店とかカルグクスのお店とかだったら有名なところなので値段を跳ね上げられることはないと思います。その辺の屋台で手招きされて食べる分にはちょっと怖いかもしれないです。大昔に母とまだ韓国に慣れてなかった頃にこの辺の屋台でご飯を食べたことがあるんですけど、頼んでなかったトッポギが出てきたりマンドゥが出てきたりと押し売りはすごかった記憶があります。ただそんなぼったくりって言っても数千円の話なので、よくあるミョンドンの化粧品店で何十万取られたみたいないう話ではないので、そんな危険ではないと思います。観光地の価格ではあります。雰囲気を楽しみたいのであれば私は全然 OK かなと思ってるんですけど、人それぞれですよね。ということで1軒目はめちゃめちゃ食べたかったユッケを食べに来ました。やっぱりこのユッケ通りの中ではプチョンユッケが一番おすすめなんですけど、私ナッチタンタンイを食べたくて、でもどこもめっちゃ大皿じゃないですか。あの量を一人で食べきるのは難しいなと思ってたのでここのお店に来たんですけど、ここはユッケ半分にサンナッチ半分を一皿にしてくれて半々っていうメニューがあるんですよ。なのでお一人の方でもどっちも楽しめるかなと思います。ただ味付けがちょっとだけお酒と一緒に食べるようにしてあるので白ご飯が欲しいかなってぐらい
濃かったです。やっぱりユッケも味付けがお店によって全然違うので、好みのところを探してみてください。ちなみにカンナムあたりだと私は牛肉タルタルが一番好きです。ヌンドンミナリはセリがちょっと多すぎて私はダメでした。やっぱりプチョンユッケが大優勝ですね。お肉の味からあそこは違います。なかなか一人で食べ歩くのってお店に入っちゃうと大皿で出てくるからお腹いっぱいになって難しいかなと思うんですけど、このユッケ屋さんだとちょうどいい量出てきてお腹いっぱいにならずに2軒目に行くことができました。しょっぱいものを食べたので今度は甘いものが食べたくなってカンジャンシジャンの有名なクァベギ屋さんに来ました。ここはね、中にあんことかさつまいもが入った揚げドーナツがあって、それがめちゃくちゃ美味しいのでぜひ皆さんはそっちも食べてみてください。正直クァベギよりおすすめです。食べようとした時に視聴者さんが話しかけてくださったんですけど、その時の動画も飛んでしまいました。本当に残念。クァベギもペロリと食べてお店屋さんを見て回りました。カンジャンシジャンだとお土産を買うのにめっちゃいいかなと思ってて、キムチとかもちゃんと観光客用に飛行機に乗れるように梱包してくれたりするので、市場でお買い物してみたいなっていう方はぜひ行ってみてください。そして前からめっちゃ気になってたネットフリックスに出てたカルグクス屋さんでトックにマンドゥが入ったトンマンドゥクっていうスープを食べてきました。いつもすっごい並んでるから期待値がめちゃくちゃ上がってたんですけど、なんかマンドゥは思ってたよりもびっくりする味ではなかったです。なんかジューシーな感じっていうよりかは野菜がたっぷり入っててずっしりした食感を楽しむ感じのマンドゥでした。個人的にはリピなしかなと思います。ただお店の方は皆さんめっちゃ優しかったです。そんな感じで超お腹いっぱいになって1日目は終わりです。2日目はずっと韓国でやってみたかったお花見をしに行きます。実は韓国にもたくさんお花見できるところがあって、今回はソウルの中でも有名なヤンジェチョンっていう大きな川に行ってみました。毎年春前になると桜の映像が流れてきててずっと行ってみたかったところです。せっかくピクニックをするので朝からなんとヨンナムドンの方にピクニックグッズの調達というか食べたいものの調達をしに行きます。ちょっと前から韓国でフルーツのベーグルサンドが流行ってるんですけど、最近で言うと初ベーカリーとか、あとマンウォンにあるふわふわとか多分聞いたことがある方もいらっしゃるかと思うんですけど、そういった店はオープンランしないと買えないぐらいすんごい人らしいので、今回はだいぶ前から保存してたハーフベーグルっていうお店に行ってきました。このお店はヨンナムドンからちょっと離れたところにあったんですけど、いちごのフルーツベーグルが有名なお店です。でも2種類ぐらい欲しかったんですけど、ほとんど全部いちごだったので1種類だけにして他のものを買うことにしました。これ知らなかったんですけど、ヨンナムドンも桜がめっちゃ綺麗でびっくりしました。この辺で桜の見えるカフェに入るのも春に旅行する方はおすすめです。ちょうど私が行った時が満開で写真を撮ってる人もいっぱいいました。私この時まだバター餅を食べたことなくて、ヨンナムドンでバター餅を売っているお店を探したらここのカフェが熊型のバター餅を売っていたので買いに来ました。2階にあったんですけど入ってみたらちょうど桜が見えて、もしお花見まではする時間ないけど桜は見たいなっていう方はヨンナムドンのカフェ超おすすめです。バター餅も無事に買えたのでようやく真反対の方向にあるヤンジェチョンまで向かいたいと思います。位置的にはカンナムからかなり南の方に降りたところにあります。最寄りの駅がちょっと川まで遠かったのでバスに乗ったんですけど、その川に向かう道も桜がいっぱい咲いててめっちゃ綺麗でした。最後にメガコーヒーで飲み物を調達して、ちょうどゆうしくんの誕生日あたりだったので誕生日のカップホルダーをもらってお誕生日パーティー兼お花見を一人でしようと思います。じゃーん、ヤンジェチョンめっちゃ綺麗じゃないですか。本当にずっと来てみたくって一人で若干寂しかったんですけど超幸せでした。思ってたより空いてて気温もそんなに暑くなかったので存分にピクニックが楽しめました。
ベーグル自体は木陰で食べたんですけど、とりあえずオタクは写真を撮りたいということでレジャーシートを持ってきて並べて写真も撮りました。バター餅見てください。クマの形になってるの分かりますか？めっちゃ可愛かったんですけど、なんか若干硬かったですバター餅のおすすめは断然メガコーヒーです。めっちゃ美味しいのでぜひ食べてみてください。ベーグルサンドを食べてるところを見せたかったんですけど、それもカメラで撮ってしまってお見せできません。ベーグルもパンの生地がもっちもちで、中のクリームもそんなに甘くなくてめっちゃ美味しかったです。自分自身の写真も撮りたかったので超でかい三脚を持って行ってて、写真もセルフでたくさん撮ってきました。そして帰る時に大きなバッグに飲み差しの飲み物を入れてたんですけど、しゃがんだ時に全部自分自身にこぼしてしまってワンピースがドロドロになったのでホテルに帰ってきて全部洗いました。ちなみにカバンの中までびしょびしょになってしまいました。本当に私こういうどんくさいところがあるんですけど、この日はもう外に出るのがめんどくさくなってしまって、自分の機嫌を取るためにタッカンジョンを頼んでみました。ここのタッカンジョンめっちゃ美味しかったです。たまにはなんかフライドチキンもいいけどタッカンジョンもありやなって思いました。しっかり味がついてるので唐揚げに近い感じがしました。3日目は朝からアックジョンの方で用事があったので出てきたんですけど、朝ごはんを食べずに出てきたので朝兼昼でタンファグンプっていう日本にもあるんですけどマーラータン屋さんに来てみました。韓国のお店でもマーラータンは割と一人で入りやすいと思います。韓国人の方でも一人で来てる方が多いです。日本では10日甲府マーラータンっていうんかな、大阪には難波にあって何回か行ったことがあるんですけど、韓国でも何回か行ってて個人的に韓国の方がスープが美味しかった気がします。ソウルにちょこちょこ店舗はあるんですけど、今回アックジョンに新店舗がオープンしてお店自体も大きかったんですけど、私ちょうどオープン時間に合わせて行ったらその後に来た方々が並んでました。選べる具材もやっぱ店舗が大きいからか種類がいっぱいあって、日本では見ないようなものも置いてありました。私このチーズトッポギがめっちゃ好きでいつもいっぱい取ります。紫の方は中にさつまいもが入ってます。気になる具材が多すぎていっぱい取ってしまいました。これ具材を取るボウルめっちゃでかいじゃないですか。だから自分の食べられる量がわからなくなっていつもめっちゃ取っちゃうんですよね。この入れ物分かりにくいですよね。一応辛かった時のためにごまだれも取っておきました。確か白ご飯も無料で食べられたと思います。じゃーん、茹で上がりが思いのほか多くてびっくりしました。これでいくらやったと思いますか？日本で食べたら絶対2000円超えますよね。なんと1500円でした。安すぎないですか？気になって調べてみたんですけど、韓国はだいたいどこも 100g1700 ウォンから1800ウォンぐらいなんですけど、日本は300円から400円します。ほぼ2倍です。値段を気にせずいろんな具材を取ってみたいっていう方はぜひ韓国でマーラータン食べて帰ってみてください。両国服も行ったことあるんですけどタンファグンプの方が美味しかったです。さて土砂降りの中、今度はコンデイック駅の1個隣のジャヤンっていうハンガンの近くの駅に来ました。この日はちょうどドヨンさんのデビュー10周年の日だったので広告を見に行ったんですけど、あまりにも土砂降りで縫いたちも全部ずぶ濡れになってしまいました。さすが豪雨女です。駅から若干遠くて行くだけでびしょびしょになったんですけど、ドヨンさんがこの辺に住んでると言われてるので多分家から見える位置にしたんじゃないかなと思ってます。ここの BBQ めっちゃ良くないですか？晴れてる日やったらハンガー見ながらチキン食べれそうですよね。このハンガーに浮いたような建物は水上バスのターミナルになってました。私まだ乗ったことないんですよ、ハンガーの水上バス。マポとかヨイドで遊ぶ予定があってその後ソンスに行くっていう方はよかったら水上バス乗ってこのトゥクソム駅まで来てハンガー見ながら BBQ フライドチキン食べてソンスに向かうのもいいなと思います。
夕方頃から肌管理を入れてたので、それまでソンスでお買い物しようと思います。土砂降りすぎたので結構空いてて見やすかったです。まあまあな時間が潰せそうな安定のニュニュに来ました。ここはお洋服もいっぱい置いてあるので、トンデムンよりもよく行きます。夏服かわいいなーっていっぱい見たんですけど、寄せなあかんなーと思って結局服は何も買いませんでした。ウィンドウショッピングをたくさんして、ソウルの森の方まで歩いていってカンヤを見てきました。スムトレの推しは皆さん決まってますか？私はまだ決まってないです。非公開の子たちが気になりすぎて決めれません。ちなみにカシオくんに2年前の夏頃ソウルの森で会ったことあります。お互いウィチューをカバンにつけててガン見だったんですけど、声はかけれませんでした。非公開練習生を楽しみに全員デビューできることを祈って待とうと思います。でその後は最近シミの治療でお世話になってるザ・ウェルネスクリニックさんで XLV とエルビウムヤグレーザーを打ってきました。これだけ iPhone で撮ってたのでここだけデータがあるんですけど、鎮静管理を受けてテープだらけの顔で夜ご飯に向かいます。ちょうどあやまねさんが同じタイミングで韓国に来てたので一緒に夜ご飯を食べに行きます。多分前の動画で言ったかな、韓国に私が渡韓し始めた時から行ってるコプチャンがめちゃめちゃ美味しい新サソコプチャンに来ました。ここはパンチャンでレバーとセンマイが出てきます。他のコプチャン屋さんとか行ってみたことあるんですけど、ここは味付けがダントツに美味しいです。いつも韓国で初めてホルモンを食べる人を連れて行くお店はここです。必ず盛り合わせを頼んでほしいんですけど、普通のコプチャン、小腸とテチャン、シマチョウとマクチャンっていうのがギアラで、初の4種類が一気に食べられます。私はテチャンがお気に入りです。お店によってコプチャンが中がスカスカでただ硬いホルモンなだけの時があるんですけど、ここのはハヌなのでどれを食べても美味しいです。もう少し値段が高くても大丈夫っていう方はピョランチっていう少し高めのホルモン屋さんもおすすめです。そこはミノとテチャンがめちゃくちゃ美味しいです。新サーソコプチャンは最後にポックンパができるので、ぜひこれも食べて帰ってください。大雨の中デザートを求めてアックジョンの方に歩きました。思いっきり閉店準備をされてたんですけど、聞いてみたら大丈夫だよっていうことだったのでチーズケーキを食べてきました。中が少しとろっとしてて生っぽくて美味しかったです。カフェで終バスギリギリまで喋り倒して帰りました。4日目はお昼ご飯を審査で食べる予定があったので、その前に最後のお買い物をして帰ろうと思います。実はこのカンナムとか審査あたりにもちっちゃいんですけど市場があります。私がよく行くのはノンヒョン駅近くのヨンドンシジャンっていうところです。主にお土産を買って帰るのによく使ってるんですけど、 GS フレッシュっていうマートもあって、カンナム付近に泊まってて最終日ロッテマートまで行くのめんどくさいなっていう方はこの辺でお買い物するのもおすすめです。ただお土産にできるようなお菓子とかはちょっと少ないです。私はおかゆとか海苔とかを買って帰ります。でそのヨンドンシジャンなんですけど、こんな感じで現地に住んでる人たちが利用するようなものが売ってます。私の目的はお餅です。何軒かお餅屋さんが並んでるんですけど、まあ多分どこも一緒だと思うので美味しそうだなって思ったところで買いました。こういうお餅屋さんでトッポッキ用のカレトックを買うと柔らかい生餅のトッポッキが作れるので、ぜひやってみてください。この時はかぼちゃのお餅とごまのお餅とよもぎ餅を買ってみたんですけど、やっぱりよもぎ餅がどこのお店でも一番美味しいです。かぼちゃはなんか甘みが全くなくってちょっと微妙でした。もしおすすめの種類があったら教えてください。あと黒ごまも美味しかったです。お昼は私が個人的に何回か行ったことある新サコッケタンっていうカンジャンケジャンのお店があるんですけど、ご招待いただいたのでちょうどこの同じタイミングで韓国に来てた前回の動画に登場した千里を連れて撮影を手伝ってもらいました。
ここのカンジャンケジャンは身がたっぷり入ってるタイプではないんですけど、めちゃめちゃ甘くて超美味しいです。で、何よりも食べてほしいのがこのコッケタンです。カンジャンケジャン屋さんでコッケタン出してるとこいっぱいあると思うんですけど、ここは別格に美味しいです。これは絶対食べてもらいたい。カニが2杯入ってて、スープがもうほぼカニの味がします。ちなみにカンジャンセウもめっちゃ美味しいです。カンジャンケジャンの量はちょっと少ないかなとは思うんですけど、これ全部合わせると超お腹いっぱいになるので、ぜひこのセットを頼んでみてください。ちなみにアワビの醤油漬けもついてきます。これも最高に美味しいです。もし身がたっぷり食べたいなっていう方は、居出駅の方に私が動画で何回か行ってるヨールチっていう店があるんですけど、そこのカンジャンケジャンも超美味しいのでおすすめです。飛行機までまだ時間があったので食べれてなかったメガコーヒーのバター餅を初めて食べたんですけど、超美味しくて、もうそっから5回ぐらいは食べたと思います。ロッカーに預けてたキャリーバッグを取りに行って、金浦空港なので9号線で1本で行けました。やっぱ現地に着いてすぐ遊びたい方は金浦発着がめっちゃおすすめかもしれないです。ちなみにチェックインもスイスイ進んで時間があったので、最後にスタバを楽しみました。今回ドゥチョンクが食べれてなかったので、マカロンのドバイチョコを食べました。これも美味しかったです。やっぱりドバイチョコは何かに合わせた方が私的には美味しくなると思います。この間のハンジョンソンみたいにイチゴとドバイチョコとか何かと組み合わせるとちょっとアクセントが入って私は好きです。はい、脱線したんですけど、4月のありえない値段で渡韓してきた時の Vlog はこれで終わりです。なくしたカメラに入ってたデータがこの回の動画がほとんどだったので、次の Wish の Vlog 以降はちゃんと動画が撮れてると思うので、また Vlog 楽しみにしててください。ではまた次の Vlog でお会いしましょう。アンニョン。